皆さんごきげんよう、上川薫です。今回はニュースとはちょっと違ってインターネット上で話題になっているある連載漫画についてお話をします。今回取り上げる話題というのは100日後に死ぬワニという1日1話更新のお話です。一体なぜその話がインターネット上で話題になっているかといえば、それはこのタイトルにあります。100日後に死ぬワニ。つまり、この物語というのはあくまでも誰にも起こり得るような日常の風景というものが繰り返されていきます。ですから何か劇的な何かが起こるというわけではありません。人間に置き換えても全く同じように、いつもこんな何気ない出来事というものは連続して日常が続いていくというようなお話です。しかしそこにはタイトルとして100日後に死ぬワニとすでにいつ死ぬかということまではっきりと明記されているので、一体このワニがどのような日常を過ごして、そして最後は一体何が起こってしまうのか、そういった日々死に向かっていくこのワニというものをみんなで追っていくというのが一つの話題になっていました。というわけで今回のニュースはこちら。この物語に多くの人たちが注目し、Twitter 上では世界一位のワードとして盛り上がりました。一体どのような物語だったのか、そして最後はどのように終わったのかまで、ものすごくざっくりではありますが追っていきましょう。それではニュースをどうぞ。100日後に死ぬワニ、ついに完結。Twitter 世界のトレンド1位に。漫画家イラストレーターの菊池祐希さんが手掛け、ネットで話題となっている日めくり漫画、100日後に死ぬワニが20日、100日目を迎え、最終話が更新された。更新予定の午後7時から遅れて投稿され、Twitter 上では100日目、ワニ更新、ワニの死、ワニさんなど、ワニ関連の言葉が複数トレンド入りし、ワニくんは世界一位となるなど大きな反響を呼んだ。100日後に死ぬワニは、100日後に死ぬことを知らないワニがのほほんと暮らす日常を描いた4コマ作品。菊池さんが昨年12月12日に自身の SNS に投稿してから100日後どうなるの？死ぬって教えてあげたい。切ないと目が離せなくなった閲覧者が続出。日を追うごとに注目が高まっていき、Twitter フォロワー数は190万人を突破した。これまで毎日午後7時に更新されていたが、この日は更新されず、100日目を気にしていたファンからは、ワニさん死んでしまってツイートできずかな？死んだからもう見れないってことじゃないよね。まさか死んだから更新なしなんてことないよな、と多くの憶測が飛び交ったが、その後100日目が遅れて投稿された。この日菊池さんは、日本テレビ系スッキリに生出演し、死へのカウントダウンについて、見ている人が終わりを意識してくれるようにしたかった。僕らもいずれ死んでしまうが、それを考えながら生活すると、今やるべきこととか、これは今やるべきことじゃないなとか、見えてくるのではないかなと思ったと思いを語り、ラストについては、終わり方はそんなに重要ではないと思っている。作品を通じていろんなことを考えてもらえたらと思います、とコメントしていた。なお、100日後に死ぬワニについては書籍化が決定しています。小学館の書籍の紹介によると、日本中が見守った100日間、待望の書籍化。当たり前、だから愛おしい。一匹のワニの何でもなくてかけがえのない毎日の記録をぜひお楽しみください。Twitter 累計1000万いいね超えを記録した100日間の本編に加え、0日目や100日後の後日談など、ここでしか読めない書き下ろしも28ページ収録。月産少年サンデーコミックスシリーズとして4月8日に発売。また、今回の最終話の更新と合わせて、生き物係とコラボしたミュージックビデオなども公開されています。このミュージックビデオでは、最終話でおそらくワニくんが見たであろう光景についても少しイラストが入っているので、興味のおありの方はぜひともご鑑賞ください。最初にネタバレをしておきますが、これはタイトルに100日後に死ぬワニとついているように、実際にこのラストにおいてはワニくんが死んでしまいます。その死因については様々言われているのですが、一番有力な説というのが交通事故です。これは100日後に死ぬワニの3日目において、ひよこが横断歩道を渡っている、その時にワニくんが助けるというシーンがあります。このラストにおいても、このひよこというものが道路上に出てくるシーンが出てくるので、おそらくはワニくんはこのひよこを助けようとして事故に巻き込まれたのではないかという説が濃厚になっています。
しかし、直接場面が描かれているわけではありません。車にはねられたのか、バイクにはねられたのか、それとも、あくまでもそういったものとは関係なく、心疾患などにより突然なラストを迎えたのか、そういったところは詳しくは書かれてはいません。ですから、あくまでも一番濃厚な説としては自己死であろうというふうに見られています。ただし、ここで問題なのは、死因が何であるかといったことは全く関係ありません。この100日後に死ぬ割、そのテーマそのものについて言えば、あくまでも日常風景が続いていくその連続の中において、ある日突然終わりを迎えてしまうというこの誰にでも起こり得るようなラスト、そして生き方そのものについて、考えるなというそのきっかけとしてこの漫画はよくできた話です。ですからこの日常を描いていく上で何かオチがついているかといえばそういった話ではありません。日々の出来事を淡々と続いていくわけですから、多くの人々にとってそうであるように、一日の出来事に何か山があったり谷があったりといった激しい変動があるわけではありませんし、何かを成し遂げようとしているわけでもありません。毎日生きていれば誰にでも起こるようなことがこのワニ君にも起こっているといった話です。ですから、誰にとってもある程度共感できる部分はあるはずです。ワニ君がバイトしている風景は、私にとっては会社に行って働いている風景だなと思うわけですし、バイトをしていない人にとっても、毎日学校に行っているな、そういった中でこんな友達とのやりとりや、もしくは異性との触れ合いなどもこんなことが起こり得たなという風な形で感情移入をすることができます。しかし、こういった日常の連続の中においてある日突然終わりを迎えるというのは、実はこのワニ君だけの話ではありません。私たちの身近にも実はそういった日常的な別れというものは存在しています。ですからこの漫画を読むことによって、日常の一日一日をどう過ごしていくか少し自分で考えてみようと、そう考えるきっかけになることがおそらくは一番良いことでしょう。ですがこれは何も誰かの話ではなくて、自分自身についても全く同じように考えることができます。例えば私はこのように毎日のように動画を更新していますが、そのタイトルにもしも何日後に死ぬといったようなことがタイトルであったとしたら、それはとても興味を引くものになるでしょう。しかし私自身は何日後に自分が死ぬかを知らないといったようなこのような状況があったら、結構厳しい話にはなります。ですが世の中には自分があとどのくらい生きるかというのを知らなくても、自分に残された時間があまりないなというふうに考えている方も多いでしょう。私自身も例えば、あと3000日後に死ぬ上川薫なのか、それとも6000日後に死ぬ上川薫なのかはわかりません。もしかしたら、もっともっと長いかもしれないし、もっともっと短いかもしれません。100日後に死ぬワニと同じように、私は100日後に死ぬ上川薫かもしれません。もしも100日後に死ぬと分かっていながら、このように動画を作っているとしたら、それは滑稽なのでしょうか？それとも良いことなのでしょうか？それは私自身もわかりませんし、皆さんにとっても、100日後にこの人は死ぬんだと見ながら、この動画を見て、面白いなと思うのか、100日後に死ぬのにこんな動画を作っていていいのだろうかというふうに思うかもしれません。もしくはこのワニ君と同じように、あなたはもう何日後に死にますよとぜひ教えたいと思う方もおられるかもしれません。しかし、いつ死ぬかというのは結局のところ本人だけが知らないのです。そういった様々な考察や思いといったものをこの漫画は書き立ててくれます。100日後に死ぬワニが100日後に死ぬ私だったとしても全くおかしくはないというふうに考えて、日々の生活や日々どう過ごしていくかといったことを考え直すには非常に良いきっかけとなると思います。そしてもしもこの物語を読んでいて、面白かったな、もしくはいろいろと考えさせられたな、感動したなという人はぜひともこのミュージックビデオなどについても見た方がいいと思います。私はこの100日後に死ぬワニというのはツイッターで途中で話題になったところから見始めたのですが、ラストを見た後ミュージックビデオを見て、これでようやく一つの完結を迎えたんだなと区切りをつけることができました。後に出版される本においては後日談などについても少し入るようなので、ツイッターだけではなくミュージックビデオを見て、その後さらに本を買うというのも一つの流れとして良いでしょう。今の世の中は悲劇的なニュースが非常に多くあります。ですからこういったエンターテインメントを通して気分をリフレッシュするということは非常に重要だと私は思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。普段はこうしたエンターテインメントの話はあまりしないチャンネルではありますが、この機会にぜひともチャンネル登録していってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。